来週どこ行くアニポケコラボウィークの全フィールド解説。ジャスパルと申します。サマーフェスティバルの進捗いかがでしょうか。今週もやってまいりましょう。来週どこ行く。来週はアニポケコラボウィークが参ります。2週間連続キャンペーンとなりますので、うまいことをやっていきましょう。各フィールドの特徴についてお話ししていきます。ちなみに今週シアン EX に行かれている方いらっしゃいますでしょうか。シアン EX にはルチャブルの出現確率アップがあるわけなんですが、実際どんな感じでしょうか。私も来ているんですが、正直全然出会えてないので、皆さんの体感やキャンチケ枠でもバンバン出てるよなど教えていただけますと幸いです。ルチャブルよりだいぶと眠気パワー消費が少ないであろうカヌちゃんがシアン EX では狙いやすいのか、皆さんもコメントも参考にしてみてください。それでは参ります。ということで、まず最初に来週の予定を確認してからアニポケコラボの全フィールド解説をやっていきたいと思います。ってことで、まずは来週の予定。来週8月17日からの1週間はアニポケコラボウィークがございます。全ポケモンのスキル率 1.25 倍、料理エナジー 1.25 倍、睡眠 EXP1.25 倍、リサーチでは1日1回チャンス1匹確定、睡眠タイプごちゃ混ぜ、カヌちゃん、キャプテンピカチュウとアニポケキャラの手持ちポケモンの多くがピックアップされます。またアニポケのポケモンスリープコラボ会が実際に放送される8月21日金曜日から最終日まで、金土日の3日間は眠気パワー 1.3 倍のボーナスも追加されます。いろんなボーナスもりもりですね。スキル率のボーナスが存在しますので、 EX のボーナスは木の実 2.4 倍か食材プラスか2分1になると思われます。エナジーに関係しそうなボーナスが料理 1.25 倍とスキル 1.25 倍なので、主に料理やスキルでエナジーを稼いでいくことになりそうです。カレーを引いたら来週も新レシピのレシピレベル上げをするもよし、 EX で木の実 2.4 倍を引いたら木の実ポケモンで稼ぐもよし、サマーフェスで食材を使い果たしたなら一層強化されたルカリオなんかでかけらを集めてみるもよし、自由度の高さも魅力的ですね。今のうちから来週やりたいことをなんとなく決めていきましょう。その他グッドスリープデーなども特に被りません。また3周年の X キャンペーン抽選応募の当選発表が8月中旬を予定されておりましたが、当選された方いらっしゃいますでしょうか。お盆休みを超えたら当選連絡来るかもしれないってことで、 X の DM もふんわり気にしておきましょう。そんなところでしょうかね。ってことで、来週はサマーフェスから連続でアニポケコラボウィークとなります。詳しくはこちらの動画をチェックしてみてください。そんな来週の予定でした。ということで、ここからはアニポケコラボウィークの全フィールド解説をやっていきたいと思います。キャプテンピカチュウは全フィールドで出現しますが、カヌちゃんたちは出現フィールド限られますので、カヌちゃんを探すかどうか、チャンス1匹確定がより嬉しいフィールドはどこか、ミュウツーイベントがもう来月には若草限定で開催されますので、若草のフィールドボーナスはどうか、料理エナジー 1.25 倍を生かしてマスター20チャレンジや EX 解放はできそうか、週末の眠気パワー 1.3 倍でリサーチが下振れしないか、今週食材を使い果たしたならそんな中でも得意なフィールドはどこになりそうか、みたいなことを考えつつ聞いてもらえたらと思います。例によって若草本島から参りましょう。まずは若草本島。若草の注目ポイントは、カヌちゃん出現、ミュウツーイベのフィールドボーナス上げに有効、マスター18狙いに有効、木の実ガチャがある、リサーチの下振れに注意。こんな感じでしょうか。若草本島にはカヌちゃんたちが出現します。ピックアップで出現しないポケモンはミニ竜族とヤミラミ、あとはホゲータとクワスの進化後たちですね。ってことで、若草本島サマーフェスに引き続き主に初心者の方におすすめできるフィールドかと思います。木の実ガチャがネックな若草ですが、今回は料理とスキルにボーナスがあるので、木の実不一致をある程度乗り越えていきやすいかと思います。その上で9月のミュウツーイベントが若草限定開催となるほか、10月のハロウィンや12月のホリデーも例年若草限定となっているので、若草のフィールドボーナスを上げておくことの価値って結構高いんですよね。それがいつの日かマスター18になって若草 EX にもつながりますしね。ってことで、初心者においては安定の選択肢としての若草、まず検討してみてください。そんな若草の大きな弱点としては、星3寝顔が少ないことによるリサーチの下振れやすさ。まあいつものやつですね。特に週末には眠気パワー 1.3 倍のボーナスがつくので、マスター20に行けるくらいのリサーチャーだとちょっと寂しいリサーチになることもふんわり覚悟しておきましょう。
そこまでいけるようになってフィールドボーナスも十分になっていれば別のフィールドを検討したり、いよいよ君は今若草 EX への第一歩を踏み出す時なのかもしれませんね。その他若草にありがちな欠点としてはピックアップが多すぎてピンポイントな厳選には向かないことが挙げられるんですが、今回はカヌちゃんとキャプテンピカチュウが中ピックアップで存在しているので、その2匹はそれなりに探すことができると思いますし、逆に小ピックアップのポケモンはどこのフィールドでも一定探しづらいかと思うので、若草も悪くないのかなと思ってます。かつては若草をキャンペーンで押すことはめったになかったような気がするんですが、 EX の登場と若草限定イベントの存在で最近は若草を純粋におすすめできることが増えてきましたね。次のシアンにもカヌちゃんたちは登場しますので、どっちがいいかも考えてみてください。ってことで、特に初心者向きの安定の選択肢、若草本島でした。お次、シアンの砂浜。シアンの注目ポイントはカヌちゃん出現、マスター18狙いに有効。個人的にウパーホゲータがおすすめ。スヤスヤタイプはリサーチの下振れに注意。こんな感じでしょうか。シアンにもカヌちゃんたちが出現します。その他のピックアップは原種ウパー族とホゲータ族、コンパクトにまとまっております。で、このウパーとホゲータ、個人的に今ちょっと注目していて、原種ウパーはフレンドポイント5で厳選できる A キノコの食材ポケモンとして現在唯一無二でして、 3.6.0 アップデートのフィールド調整以降シアンにしか出現しなくなったため、シアンで探しておきたいポケモンとしてゼニガメなんかと共にとてもおすすめ度の高いポケモンです。今週追加された飛び跳ねるカレーうどんにもキノコが大量に使われており、美味しそうですよね。ゴロゴロ熱湯サラダとカレーうどんによって備蓄しておく食材としてのキノコもかなり有効になったこともあり、まさしく今ホットなポケモンかと思うんですよね。しかしながら若草 EX、 シアン EX ともに出現なしとなりまして、探すなら通常シアンしかないってことで小ピックアップではありますが、ちょっとね私が欲しいまたホゲータも現在のアンバー環境の料理群でリンゴが全く使われなかったので、次環境で1食50個とか言われても全くおかしくなさそうだなと思っております。リンゴは食材セレクトもまだありませんし、あってもパワーが弱くなっちゃうので、これリンゴとネギ入りの食材セレクト来るのではという予言も一つまみしつつ、ウパーのキノコとは逆でエナジーが低く備蓄に向かないリンゴで唯一の AAA 食材ポケモンになれるラウドボーンはワンチャン全 AAA 食材ポケモンで最もゲットしておきたい、そんなポケモンと評することもできるかと思います。ってことでカヌちゃんのみならずウパーもホゲータもいいぞってことで、今私がすっごい迷ってますそんなわけで出現ポケモンとチャンス1匹確定が非常に有効そうなシアンの砂浜なんですが、欠点になりそうなのがシアンスヤスヤの最終枠がちょっと怖いってことでして、シアンスヤスヤの現在の最強の寝顔っておそらくメタモンのミューネかと思うんですが、おそらくまだ最終枠に入ってないんですよね。ってことでヤドキングの星3寝顔がスヤスヤ最終枠になるかと思うんですが、これがウトウトの樹海林ぐっすりのカモネギと比べて半分以下くらいの眠気パワーしか使えないので、眠気パワーが稼げる方のシアンスヤスヤは若干注意が必要なんですよね。チャンス確定のことを考えたらぐっすりのカモネギを狙いたいところ。ただしカヌちゃんたちスヤスヤタイプなんですよね。これが特に影響がありそうなのがいいキャンプチケット。キャンチケのプラス1枠は睡眠タイプごちゃ混ぜのイベントでも自分の睡眠タイプに依存します。合ってますでしょうか私ちょっとキャンチケに絶望的に疎いです。まあ合ってるとしてキャンチケ枠ではスヤスヤを狙いたいけどヤドキングもいるよってことで何を取るかですね場合によっては分割睡眠も有効かもしれません。まあそんな感じでポケモンのピックアップは非常におすすめできるんですが、一部気にしたい部分もあるよってことでふんわり気にしてみてください。シアンの砂浜でした。お次、トープ洞窟。トープの注目ポイントはカヌちゃん出現なし、スヤスヤ最終枠がちょっと怖い、こんな感じでしょうか。小ピックアップのポケモンは人影族、ホゲータ族、リオル、ヤミラミですね。トープにはカヌちゃんが出現しません。逆に言うとキャプテンピカチュウを狙うのにはより有効かもしれませんね。
ホゲータは先ほどもおすすめしましたし、人影はジンジャー需要で注目度も上がってそうですし、リオルはルカリオが波動弾を習得して、ヤミラミは今後のアップデに期待ってことで、みんな注目のポケモンですね。ヤミラミとペルシアマジですごい強化入ってくれませんかね。2年後くらいにウノハナ EX でかけらゴリゴリ編成とかちょっとやってみたいです。緩和9台てなわけで、メインはキャプテン探しや人影ホゲータなど、こちらもスヤスヤを出していきたいところですが、トープスヤスヤも最強ネガオがウィンリーでヤドキングとほぼ同じってことでご注意ください。デカヌちゃんがいない分、トープスヤスヤは結構恐ろしいレベルの下振れを決める可能性もありそうですね。真の最強ネガオとしては、最終枠に入っているか謎のエンテイがおりますので、エンテイ頼んだそんな感じで、カヌちゃんは置いておいて、キャプテンピカチュウをめちゃくちゃ狙うなら検討してみてください。トープ洞窟でした。お次、ウノハナ雪原。ウノハナの注目ポイントは、カヌちゃん出現なし、最終枠が悪くない、こんな感じでしょうか。ウノハナにはカヌちゃんたちが出現しません。小ピックアップはラッキー族、リオル族、地味にルカリオはウノハナ限定ポケモンです。こちらもウノハナが得意でキャプテンピカチュウ1点狙いな感じで選択肢に入るでしょうか。シアン、トープと比べるとウトウトのマニューラ、スヤスヤのパーモット、ぐっすりのアローラキューコンと各睡眠タイプの最強格の寝顔がしっかり強く、スヤスヤはデカヌちゃんの代わりにハピナスたちがいるってことで、眠気パワー的な損はそれなりに起こりづらいかも。最終枠の直接ゲットもスキルのパーモットはちょっと微妙ですが、マニューラとアローラキューコンはそれなりに有効かと思うので、そのあたりも考慮してみてください。ウノハナが得意だったりウノハナが好きならご検討ください。ウノハナ雪原でした。お次、ラピスラズリコハン。ラピスの注目ポイントは、カヌちゃん出現なし、ミニ竜ピックアップ、こんな感じでしょうか。ラピスにはカヌちゃんたちの出現がありません。小ピックアップのポケモンはミニ竜族、ニャオハ族、クワッス族ってことで、キャプテンピカチュウとミニ竜族を狙うならここって感じの選択肢でしょうか。個人的にはニャオハのシーショウガにも地味に注目してますし、クワッスのネギも今環境で全く使われず次環境で輝くかもしれません。もしかして次の環境またパルデア御三家が活躍するんですかね。そこまでを見越してのアニポケコラボならあっぱれすぎますね。それはさておき、やはりラピスといえばミニ竜でありましょう。登場してからここまで弱かった試しがありません。現在ではついにシアン EX の奥地で生息が確認されましたが、シアン EX は難易度が異次元なので探しやすいのはこちらでしょうか。これからシアン EX を攻略しようという方はカヌちゃんを狙っておくと力になってくれそうですが、シアン EX はまだまだ先かもなーって方はいっそミニ竜探しも悪くないかもしれませんね。ってことで、キャプテンピカチュウとミニ竜探しの選択肢、ラピスラズリコハンでした。お次、ゴールド級発電所。ゴールドの注目ポイントは、カヌちゃん出現。リサーチの下振れに強い。こんな感じでしょうか。ゴールドのピックアップは、キャプテン、カヌちゃんたち、終わりってことで、なんとも潔いラインナップです。かつてはパルデア御三家もいたんですけどね、時の流れを感じます。ってことでゴールドが得意であればなかなかイベント向きのフィールドと言えるでしょう。問題があるとすると、みんな能力がわからないので思ってたのと違う場合、まあって感じになるんですが、それはもうしょうがない我々は未来への期待をガソリンにしてこのゲームを遊んでいます。なのでルチャブルね、本当に強いし金種まで配ってくれたんですけど、期待を超えられたかで言うと、まあ皆さん思い思いの感想があると思います。期待ゲー、ワクワクゲーなんですよね、ポケモンスリープって多分まあそんなわけで期待でフィールドを決めるゲームなので、ゴールドへの期待もおのずと高まるだろうってことで、ゴールドが得意なら検討してみてください。またゴールドは他のフィールドに比べて眠気パワー消費の大きめなポケモンがそれなりに多く、5億6億くらいでも眠気パワーを使い切りやすいという特徴があります。キャプテンピカチュウ次第ではちょっと怪しいところはありますが、週末の眠気パワー 1.3 倍もそれなりに使ってくれるものと期待しております。ポケモンワークスさん、期待してますそんなわけでピックアップが潔いゴールド級発電所でした。お次、アンバー渓谷。アンバーの注目ポイントは、カヌちゃん出現なし、最終枠は強い、こんな感じでしょうか。
アンバーはカヌちゃんたちの出現なし、小ピックアップはラッキー族のみってことで、キャプテンピカチュウとラッキー族探し、そして最終枠のポケモンが鍵になってきそうです。アンバーの最強ネガオはウトウトのボーマンダ、スヤスヤのハピナス、ぐっすりのフライゴン。キャプテンピカチュウは眠気パワーをほとんど使わないでしょうから、週末の眠気パワー 1.3 倍も活かしてこれらのポケモンにアクセスすることも多くなるかもしれませんね。ってことで、達兵衛の飴集めをしたいなど、イベントとはあんまり関係のない目的のために選ぶ人が多いでしょうか。そんなアンバー警告でした。お次、若草 EX。 ここから EX に入っていきます。 EX のボーナスは木の実 2.4 倍か食材プラスどちらかと思われます。ってことで、若草 EX のポイントはカヌちゃん出現、ミュウツーイベのフィールドボーナス上げに有効、色違い確率アップがある、木の実ガチャがある、カヌちゃんたちの出現期待値は他フィールドより低い可能性がある。こんな感じでしょうか。若草 EX にはカヌちゃんたちが出現します。ピックアップで出現しないポケモンはミニ竜族、幻臭パー族、ルカリオ族です。若草 EX はミュウツーイベントや今後のイベントのために今フィールドボーナスを上げておきたいフィールドですね。そんな中、木の実ガチャがあれど料理とスキルのボーナスがあるってことで、なかなか攻略しやすくなっていそうで、比較的行きやすいかとは思います。激レアな色違いキャプテンピカチュウにも出会えるかもしれませんね。欠点はそうは言っても難易度が高いこと、またカヌちゃんたちの出現期待値が低いかもしれないことが挙げられます。EX ではフィールドの特徴として眠気パワーを使い切りやすいので、ピックアップが機能しにくいことがあるんですよね。そこがちょっと不安ですが、カヌちゃんやキャプテンピカチュウはおそらく眠気パワー消費の少なめなポケモンかと思うので、さすがにルチャブルよりは出会いやすいはず。ただし、小ピックアップでも眠気パワーを多く使えるポケモンが多く、カヌちゃん飴を大量に集めたいならゴールドとかを選ぶ方が安心かもしれません。このあたりはフィールドボーナスや手持ちのポケモンとご相談ください。すでにフィールドボーナスがカンストしている方はシアン EX のフィールドボーナス上げにも使えて、週末の眠気パワー 1.3 倍も上手に使えそうなので、例えば課金できてお香をしっかり用意できるとかであれば不安要素もカバーできて非常に良い選択肢になりそうです。一応来月のミュウツーイベントで EX に行くつもりで、料理ガチャなどをやりたい場合は EX チケットを温存しておくことも考えておきましょう。そんなボーナスとは相性良さそうな若草 EX でした。最後、シアン EX。 シアン EX の注目ポイントはカヌちゃん出現、カヌちゃん族の出現確率アップがある、色違い確率アップがある、フィールドボーナスが低く難易度がとても高い、木の実ガチャがある、カヌちゃんたちの出現期待値は他フィールドより低い可能性がある。こんな感じでしょうか。シアン EX にもカヌちゃんたちは出現します。小ピックアップはミニ竜族、ラッキー族。おそらくミニ竜はウトウトの絶食枠にも入っていると思われるので、こっちで狙うのも一興ですね。ってことで、ピックアップはとっても優秀なんですが、フィールドボーナスが最高の方でも 10%、 そしてデバフがどでかい木の実ガチャありってことで、難易度的にはまだまだおすすめできかねますでしょう。しかしながらシアン EX、 ルジャブル同様カヌちゃん族の出現率は他フィールドより高く設定されているようなので、そこまで眠気パワーが稼げずとも、特に眠気パワー消費の少ないであろうカヌちゃんにはかなり出会える可能性もあります。なので今週のシアン EX のルチャブルを一つ参考にしたいんですよね。結構しっかり出てきているようであれば、ことカヌちゃん探しにおいては最も有効な可能性もありますし、ミニ竜も絶食枠にいるなら結構出会えるかも。ロマンを求めていくのもありかもしれません。期待できるって素敵なことですね。まあ言うてカヌちゃん族の出現率アップはシアン EX であればいつでも存在するはずなので、どちらかというと今回はキャプテンピカチュウに重きを置いた方がいい可能性も感じます。そのあたりは狙いに合わせて要調整ですね。これまで帽子のポケモンたちティア SS 環境必須級みたいな性能ではないので、今回ゲットできなくてもまあ問題ないよくらいの能力になりそうですが、一応キャップは若草残留しそうなのでどうなるでしょうか。ここもロマンですね。ってことで爆裂難易度ですがカヌちゃん探しには有効かもしれないシアン EX でした。ルチャブルのコメントお待ちしてます。そんな全フィールド解説でした。いかがでしたでしょうか。
ざっくりまとめると、おすすめなのは初心者にはまず若草を検討してもらって、フィールドボーナス足りてそうならその後シアンって感じで、ミニ竜絶対狙うマンはラピスかシアン EX。 割とどこでも行けるリサーチャーは若草のフィールドボーナスと EX チケットの枚数と今週の食材備蓄状況を考えてお好みでシアン EX もロマンはあるぜって感じでしょうかね。私はシアンかゴールドか若草 EX か、多分シアン EX はいかないと思うけどなコメント見てからまた考えたいと思います。ってことで、皆さんがどこに行って誰を狙いたいかもぜひ教えてください。そんなアニポケコラボウィークの全フィールド解説でした。ということで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッドやハイプで応援いただけますと動画の拡散につながりまして、それは強力なサポートになります。いつも本当にたくさんの応援ありがとうございます。ってことで、サマーフェスも終盤戦なので、最後まで料理が大成功しまくって色違いが出まくることを願っております。余裕があれば来週の準備もやっておきましょう。来週も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。